Yuta at home。 僕の部屋にお帰り NCT127 ユータのユータアットホーム。この番組は NCT127 のユータが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしていきます。さて10月も始まりましたけど、皆さんどうですか？肌寒くなってきて、僕の誕生日も近づいてきて、また一つ年を取ろうかというこの季節なんですけど、ありがたいことにね、本当に今回の、トゥーバディーズのね活動すごく楽しくやらせてもらっていてですね、久しぶりに韓国のね地方のファンのみんなともね直接会えてすごく嬉しかったですし、これからねアメリカツアーだったりね、いろいろなことがねまだまだ待っているので、皆さん引き続き、トゥーバディーズ、活動応援よろしくお願いします。それでは今週の1曲目をお届けしましょう。 NCT127 でデザイナー。NCT127 ユータのユータアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間は僕 NCT127 ユータのワンポイントお知らせコーナーです。10月のテーマはですね、 NCT の朝に聴きたい目覚めのナンバーです。まずは NCT127 で Wakey Wakey。タイトル通りに起きてと呼びかけるナンバーですね。爽やかな目覚めというよりは気合を入れて一日をスタートするぞっていう人にねおすすめです。続いて NCT Dream でチューイングガム。ポップでですね、明るくて聴いてるだけで楽しくなれるナンバーですね。目覚ましの曲にしたら気持ちよく起きれそうな一曲ですね。そして最後は NCTU でユニバース Let's Play Ball。 まさにプレイボールという感じで、さあ今日も一日頑張ろうと思えるナンバーです。以上 NCT の朝に聴きたい目覚めのナンバーでした。僕が朝起きて一番初めにすることはですね、歯磨きです。それでは引き続き NCT127 ユータのユーザートームをお楽しみください。 NCT127 ユータのユータアットホーム。 NCT127 ユータのユータアットホーム。今日は専門用語をテーマにお話ししたいと思います。専門用語とは、ある特定の分野や職業、業界などでのみ使用されている言葉のことですね。例えば音楽業界で言うと箱はコンサート会場やライブハウスのこと、また予定よりも時間が長引くことを押す、その逆で時間が早まることを巻くといった風に使ったりしますが、最近は一般的にも使う言葉なので意味を知っている人も多いかもしれませんね。ちなみにですね、最近日本でのお仕事が増えてきた僕ユータなんですけど、印象的だった専門用語というかですね、僕の場合はいわばもう逆輸入なわけでですね、コンサートとかもねやらせてもらってるんですけど、ありがたいことに未だにね、やっぱこう韓国の言葉で覚えちゃってるから、下手と上手だったりね、あとこう花道とかさ、ウィングって言われてるとこあるんですけど、こう広がってるとこだったりね、あと誰々と新名ってよく言われることあるんですけど、たまにねやっぱねまだまだこう、あれ下手と上手ってどっちだったっけとか、あと新名って何だったっけとかっていう多分俺ぐらいしかごっちゃになる人ってそんなにねいないと思うんですけど、まあそんな感じですかね。続いてですね、ちょっと変わった業界用語も紹介しようと思います。お寿司屋さんで兄貴というと、前の日に仕入れたネタのことだそうです。その日に仕入れたネタは弟というそうですね。すごいですねこれ。でまたタクシー業界では酔っ払ったお客様は、ゆらゆら動いていることからワカメ、そして長距離で利用するお客さんのことをめったに現れないことからお化けなんて呼ぶそうです。そうなんや。でまたアルバイトなどでトイレや休憩に行く時の3番行ってきますだったり、お店のメニューや商品を略して使うことなど、ある意味専門用語と言っていいかもしれません。俺これ絶対ジョンに教えたろ。ジョンつってトイレ行きたいっていう時3番行ってきますって日本では言うのよっていうのをちょっと次教えてあげようかな。これ絶対使うよジョン。俺最近ジョンと絶対あったら交わす言葉があって、それも専門用語じゃないけど略語なんだけど、うざっすとかおざっす
っていうのを俺最近ジョーに教えたんですけど、ジョーめちゃくちゃうまいのそれ。その会話だけしてるときは本当に日本人対日本人の会話って言われてるぐらいすごいこうジョーがうまくて、ジョーねやっぱ真似するのとかめちゃくちゃうまいからね。今度これ教えてあげようかな。兄貴とかね、お化けとか3番行ってきますっていうのを教えてあげようかなと思います。そしてですね、K-POP でもペンやカンバなど有名な用語がたくさんありますが、NCT127 ならではの言葉も結構ありますね。NCT127 はイリチル。これ誰が考えるんやろうな。すごいこの大元の人が気になるよね、いつも。ファンの皆さんはシズニー、そしてこの番組のリスナーはユータミ、そして NCT のペンライトは草ドンキ。草ドンキなんて呼ばれてますね。こういった専門用語はファンならではの特別感があって、いいなと思いますね。そうですね。NCT127 関連の専門用語はね、僕が知らないもの、他にもたくさんあるかもしれないので、こういう言葉使っているようなどね、あったら教えてもらいたいなと思います。それではここで一曲をお送りしようと思います。NCT127 でプレイバック。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、お送りしたのは NCT127 でプレイバックでした。ここで皆さんからのメッセージを紹介しようと思います。ラジオネームダルゴンさん、初めてお便りを送らせていただきました。私は今高校2年生で秋に最後の球技大会があります。球技はバレーボールとバドミントンです。私はスポーツ全般、特に球技が苦手で、いつもみんなの足を引っ張って恥をかいています。ゆうたくんはサッカーが上手でバドミントンも上手かったと言っていたので、とても尊敬しています。そんなゆうたくん、私が最後の球技大会で恥をかかないようにバドミントンが上手くなるコツを教えてください。上手くなるコツ、でも楽しむことじゃない、やっぱり。どっちみちしないといけないこの球技大会で。ていうか、別にバドミントン失敗しても恥かくことってあるかな？どうなんやろな、わからんへんけどさ、その友達がさめちゃくちゃいじってくるやつやったらちょっとさ、まあそんな感じになるかもしれへんけど、でもやっぱ上手くなるコツっていうのはそんな短期間でないから、そういうのはないけど、やっぱ楽しむっていう心を持ってね、しかも最後の球技大会でしょ、だからね、なんか別にミスってもね、それも面白い、絶対思い出になると思うんで、とりあえず楽しんでみてください。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネームモグリーさん。難しいラジオネーム多ない。ゆうたくんただいま、突然ですが相談と質問があります。何でしょうか。私はこの秋大学を卒業するのですが、仕事が始まるのは4月です。なので半年間時間があるのですが、何をやるか悩んでいます。仕事に活かせるアルバイトは免許取得、韓国語の勉強はしようと思っています。ですがもう一つくらい目標が欲しいです。ゆうたくんはもし長めの休みがあったらしたいことなどありますが、ゆうたくんに考えてもらったら挫折しがちな私でも頑張れると思うのでよろしくお願いしますと。どうだろうね。もう一つか。でもめちゃくちゃ十分やと思うけどね。仕事に活かせるアルバイト、免許取得、韓国語3つあるでしょ。3つで十分やと思うけどね。その3つをできるだけこう使えるように頑張るっていうのを目標にしたらどうかなと。その3つで多分十分やと思いますね。ちなみに僕ゆうたがもし長めの休みがあったら、そうだね、俺もっと日本について知りたいかもね。なんか僕16歳でね韓国来てるからさ、こう最近お仕事でちょくちょく行かしてもらうんですけど、やっぱね全然わかんないの。どこがどこの場所でとか、どこに美味しいお店があってとかっていうのをもうちょい知りたい。だからちょっと1ヶ月ぐらい休みあったらちょっとずつこう旅行していって、ある程度ここのお店が美味しくてみたいなさ、有名どころは知っておきたいなっていう、そんな感じかな。では続いていきたいと思います。ラジオネームごまさん。ゆうたくんただいま、お帰り。映画ハイアンドローのゆうたくん、喋らない演技がうますぎます。公開前のインタビューでもなんで演技できるのって言われてましたが、本当に驚きましたし、私の推しは天才だなと思いました。ありがとう。撮影時の監督さんからの褒められエピソードがあったら聞きたいなと思っていて、ゆうたくんの記憶に残っているワードなどあれば教えてほしいです。監督はね、すごいこう極端でめっちゃ良かった時は OK って言うんですよ。でもう押してて時間もないから次の撮影に現場に行かないといけないとか、次のカット行かないといけなくて、ちょっと惰性で OK した時ははい OK って言うんですよ。だから監督の声聞いて、このカット良かったんだなとか、逆にこのカットちょっと微妙だったんだろうなっていうのはね、
思いながら撮影させてもらってましたけど、でもね、俺いろんな方、それこそね、あきくんとか、ゴーキくんとかもそうなんですけど、いろいろなこう、キャリアのある俳優さんたち、長いことやられてる俳優さんたちとお仕事したり、いっぱいお話しさせてもらったんですけど、やっぱね、その人たちでさえこう、監督と思っていることがね、ちょっとずれてたり、っていうのは絶対にあることらしいのよね。だから、なんて言うんだろうね、そこはやっぱあんまり気にしてなかったね。まあ、僕らもあるんでね、こう、例えばだけど、レコーディングでこうしてほしいと言われることも多々あるのね。でも、俺はこう思ってるから、いやいや、これはこうでしょっていうような感じと多分似たようなもんなんだろうなっていう、やっぱ作品作りっていう部分ではね、っていう感じで撮影やらせてもらったんですけど、多分なんだけど、そうそれゴーキくんとかに言われて、なんで初演技でそんな恥ずかしがらずにできるのって言われたんですけど、多分日頃からみんなの前で大声出してるからだと思うよ。 Let's get it とかさ、東京とか言ってるじゃん。多分それでそういうのがあって、多分そんな何百人でも何万人の前でやってるわけじゃん。そんなね、何百人とかいる中でやるのはもうなんか当たり前というか、別になんて言うんだろう、大してあんまこう気にならなかったっていうのはあるかもしれないですね。次行きたいと思います。ラジオネームハイエナさん。ゆうたくん、ただいまお帰り。私は最近作詞をしてみたいなと思うようになりました。私は自分の気持ちを隠さずに伝えることが苦手なのですが、イリチルメンバーのソロ曲などを聴いていく中で、自分の気持ちを表せる歌は素敵だなと思い始めました。しかし何から始めていいのかが分かりません。ゆうたくんが歌を作っていく中で大事にしていることはありますか？アドバイスをいただけると嬉しいです。これからも体調に気をつけて頑張ってください、というメッセージいただきました。まあ曲を作る、まあそう何をするにもそうなんですけど、あんまこう嘘はつきたくないなと思ってます。例えばなんかこう恋愛の曲だったりとかも、まあファンタジーの曲とかもあると思うんだけど、それも例えばだけど、俺は例えばこの漫画を見て、この主人公とかこのストーリーになんて言うんだろう、感化されて作ってるか、そこには嘘はないわけじゃん。なんかこう例えばもう応援歌とかもあると思うけど、なんかこう自分をこう棚に上げて、なんかこう君たちはどうだとかっていうのはこう言いたくないし、だからなんかそこかな、なんかこう自分も一緒に巻き込んで作っていきたいみたいなっていうのはあるかもしれないですね。だからっていう作り方ですかね。だからちょっと泥臭い感じなんですけど、あんまりおしゃれに作ろうとかっていうのを考えてなくて、だからハイエナさんがこうどういうものを表現して誰かに届けたいかっていうことですごくいいと思うんですよね。とりあえず自分の言いたいこととかっていうのを第一に考えて作ってみた方がいいと思いますね。その方が楽しいし、もし自分でパフォーマンスして自分がプレイヤーになった時に、その曲を歌った時になんかこうなんて言うんだろう、ちゃんとこうしっくり歌えるというか、その時にもし嘘ついて返したらみんなの前で歌う時にめちゃくちゃ恥ずかしいと思うから、そこら辺かなということで、たくさんのメッセージありがとうございました。さて、現在番組では2つのテーマでメッセージを受付しています。一つはですね、スポーツの秋ということで、学生時代に打ち込んだ部活やベストな記録自慢などを募集中です。もう一つは新コーナーゆうたアワード。今募集しているテーマは、めちゃくちゃ恥ずかしかったでしょう、〇〇して大笑いされた、こんな失敗してしまったなど、皆さんの恥ずかしかったお話を教えてほしいなと思います。僕が一番これ恥ずかしいでと思った人にはですね、最優秀賞、番組ステッカーをプレゼントします。メッセージはオーディナにある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でゆうた@homeです。続いての曲いきたいと思います。 NCT127 で Two Bodies。 Yuta at home。 NCT127 ゆうたのゆうた@homeをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間はインター FM だけのスペシャルコンテンツ。今月は帰ってきたゆうたの一問一答、質問が書いてありますので、それにすぐに答えていきます。では早速行ってみましょう。 Let's go。 ベッドに入ってから寝るまでは何分？だいたい15分ぐらいかな。最近まで勘違いしていたことは、その勘違いしていたことさえわかんない。東京ドームは東京都何区？これは23区の中のどれかだね。好きなおでんの具はちくわ。
ということでゆうたの一問一答、来週も答えていきます。それでは引き続き NCT127 ゆうたのゆうたアットホームをお楽しみください。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 Yuta at home。 今週の NCT127 ゆうたのゆうたアットホームいかがだったでしょうか。最後にねこの方のメッセージ紹介して終わろうかなと思います。ラジオネームマクドヨルズミシさん、映画ハイアンドローザワーストクロスついに公開されましたね。ありがとうございます。母親的には喧嘩しないで勉強してと突っ込みたくなりましたが、一方的な暴力ではなくむしろ相手に敬意を持って全てをかけて対峙する拳が会話の最高のバトルオブユースでした。最高のアクション映画を見た後のあるあるで自分も喧嘩が強くなった気がしましたが、ゆうたくんも歌ってるウィングスに無事骨抜きにされました。ゆうたくんが出演してくれたことで好きな映画が増えました。ありがとうございます。そうですね、今回のこの映画もうねすごくたくさん話させてもらってるんですけど、まあね高校生の喧嘩ではあるんですけど、すごくこう自分たちの正義があって、もちろんねその正義目指すものは違うんだけど、その信念をこう信じてお互いにこう喧嘩するっていうすごく熱いなんて言うんだろうな、このみんなが持ってるこう胸の中にあるこう熱いものってあるじゃん。それにすごく訴えかけてくれる映画だと思っていて、映画自体が初めて参戦させてもらって僕自身すごい挑戦でしたし、でも本当にねすごくたくさんの方に助けてもらって無事にねこうやってたくさんの方に愛される映画になってすごく、嬉しく思っています。これからもねハイアンドローザワーストクロス、たくさん見てくれたら嬉しいなと思います。それではお別れの時間となりました。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム、 DJ は NCT127 のゆうたでした。次回も僕のお部屋に皆さんぜひ遊びに来てください。それではバイバーイ。Speed up, how rich can't get a pull off. Troopers told me 완벽한 teamwork. 내겐 없어 좌우도 지갑으로 다들 내 뒤로. 따라할 수도 따라올 수도 없지 thrill and more. 미친 속도로 적당히가 안 되는 new record. 올랐다는 my seat 준비됐죠 my team 떠질 듯한 engine highway. 숨막히는 열기 충돌할 때 마치 끝이 없는 긴장 속에 우리만의 방식을 지켜내 do or die always cause you're right on top here all day